精神看護専門看護師の飛行心です。他人や当たり前の日常に感謝できていますか？小さなことに感謝なんてしてない。そもそも感謝できることなんて自分には何もないと決めつけてはいませんか？自分や他人の欠点や弱点ばかりに注目していると、ネガティブな心の状態が続きます。感謝できるということは、些細なことにもありのままに気づく力です。まさにただ気づくというマインドフルネスが大切です。感謝を日々エクササイズしていくと、大きなことから小さなことまで本当に多くの要因によって人生が作られていることに気づきます。今回の動画では、感謝とマインドフルネスの関係について、そして感謝の驚くべき効果について、超医学的に解説していきます。マインドフルネスとは、今この瞬間に対し価値判断にとらわれることなく、意図的に注意を向けることで生まれる気づきとされています。一言で言ってしまえば、ただ気づくことです。マインドフルネスには仏教と医学の2つのルーツがあります。仏教のルーツとしては、2500年前に仏教の開祖ブッダの悩み苦しみのない悟りを目指す瞑想がアジアに広く伝えられてきました。日本では禅として根付きましたね。医学のルーツとしては、1979年にアメリカの分子生物学者カバット人が仏教の教えをもとにマインドフルネスストレス低減法を開発し、病気の治療に応用しました。その効果に注目が集まり、2000年代から世界中に広まりました。私がマインドフルネスに魅せられたのは、原始仏教との出会いです。中学時代に読んだ手塚治虫の漫画「ブッダ」がきっかけでした。仏教の開祖であるインドの元王子ゴータマ・シッタールタが6年間の修行を経て悟りを開き、仏教を世に広める生涯を描いた壮大な物語です。もちろん私の中学時代にはマインドフルネスという言葉なんて日本になかった頃でした。むしろオウム真理教による地下鉄サリン事件が起こり、仏教や瞑想に対するアレルギー反応が日本中で起こっていた時代です。年齢がバレそうですね。ちょうどその頃、映画「リトル・ブッダ」でキアヌ・リーブスが演じる美しいシッタールタの半生を見て、ブッダが生きたインドがどんな国なのか、死ぬまでに一度は自分の目で見てみたいと思っていました。大学時代には仏教をもとにした内観療法を体験しました。内観療法は1940年代に吉本維新が見調べという浄土真宗の修行法をもとに開発した自己洞察法、つまり仏教をもとにした瞑想です。日本には珍しくオリジナルの心理療法で、症状や問題行動にあえて焦点を当てず、固定化した視点を転換させることで、行動や生活、生き方が変わるという点が特徴です。1960年代には精神疾患の治療に応用されていきました。1978年に内観学会が設立され、有効性の証明や理論の確立が行われました。さらに2003年には国際内観療法学会が設立され、世界に広まりました。私が看護大学在学中、心理学の授業で教授が学生時代に体験したと聞き、日本独自の、それも仏教がベースの心理療法と知り、これはぜひ体験したいと思ったのがきっかけでした。
そして大学時代にバイト代を貯めて体感研修所というところで体験することができました。私は大学生の時、すでに1週間の瞑想リトリートを体験していたんですね。過去のあらゆる体験を素直に受容する体験でした。自分や他人に対するこだわり、つまり煩悩からの解放が起こります。また、この世に生まれてきたこと、家族への感謝、支えてくれた人たちへの感謝で満たされた究極の感謝体験でした。とめどもなく溢れてくる生きていることへの感謝、生かされてきた奇跡を感じる、自分が根本から満たされたと感じたのです。20代前半で一度体験したので、人生の後半にもう一度体験したいと考えています。内観療法は非常に貴重な体験でした。日常生活でもできる日常内観は簡単な瞑想としても非常に有効なので、今後動画にしたいと思います。そしてついに20代、看護師になってから5年目くらいだったと思うんですが、初めての海外旅行で念願のインドに1週間旅行することが叶いました。ここはどこの川かわかりますか？そう、インドにあるガンジス川ですね。ここにもインドの人たちと3段ベッドの夜行列車に揺られて訪れました。ガンジス川では死者を川岸で火葬して灰を流して敬意を払う。また病死などは水葬される聖なる川で、世界各国から巡礼者が訪れ沐浴をしていきます。ブッダはたびたび洪水で氾濫するガンジス川の激流を人間の煩悩になぞらえました。煩悩とは人間を溺れさせる苦しみのもとだと考えたんです。生きていくことはガンジス川の激流を渡るようなもの。苦しみに飲み込まれて煩悩に溺れるのではなく、向こう岸にたどり着くことこそが肝心なのだと伝えています。ブッダが初めて弟子に教えを説いたと言われるサールナートにも行ってみました。ブッダの教えは超クールなんです。生きることは苦しみの連続であるというのがブッダの考え方です。念仏を唱えれば極楽へ行けるとか、祈れば救われるとかいう誰かに救いを求める宗教ではなく、自分を救うのは自分しかいないというシビアな教えです。苦しみから自分を解放するには、心の在り方や物の見方を変えるという現代の哲学や心理学にも通ずる考え方です。サールナートに多言語で書かれた石碑がありました。そこには、真実を真実なりと知り、不真実を不真実と知る。この人は正見によりて真実に至ることができると書かれていました。これは四体八正道といって、どのような心構えで物事を見て行動すべきかという仏教の基本指針です。中でも正見は自己中心的な見方で、偏った見方をせず、ありのままに自分自身を見ること、まさにマインドフルであることを伝えています。マインドフルネスについてもっと詳しく知りたい方は、医学的にとことん解説した過去動画をぜひご覧ください。感謝の話に戻ります。つまり、感謝するための鍵は物事の捉え方、どう気づくか、マインドフルであるかどうかにかかっています。どうしても悲観的に考えやすい人、自分が恵まれていることを分かっているけど、ちょっとした嫌なことが気になってしまうという人には、マインドフルネスと感謝を組み合わせることが効果的です。誰かにものすごく嫌なことを言われてショックを受けたとき、最低最悪な一日だった
と捉えることができますよね。でも、最低最悪な一日だった。でも私の人生はとても恵まれているとも捉えることができますよね。ちょっと強引ですけれども、愚痴の語尾をポジティブな言葉に変換するだけでマインドまで変わります。たった一つの嫌な出来事も、あなたが多くの人や物事に支えられてきた恵まれた人生を考えれば、通るに足らないほんの些細なことかもしれませんよ。ポジティブ精神医学という分野をご存知でしょうか。病気や欠点ではなく、人間のポジティブな側面を伸ばすポジティブ心理学が1998年にアメリカの心理学会会長セリグマンによって創設されました。2000年代にポジティブ心理学の考え方を精神医学にも応用しようとする動きが国際的に広がっていきました。従来の医学モデルであるパソジェネシス、つまり病気の原因を取り除く病院論ではなく、個人の幸福や強み、成長といったポジティブな側面、サルトジェネシス、つまり健康生成論を重視するようになったのです。ポジティブ心理学についてもっと知りたい方は、強みの見つけ方の過去動画をぜひご覧ください。人間は喜びを感じるよりも生存できることを優先するようにプログラムされています。ポジティブな情報よりもネガティブな情報の方が記憶に残りやすく、影響を受けやすいとされており、これをネガティビティバイアスと言います。不安や恐怖などのネガティブ感情は、持ってはいけない、持たない方が良いと思ってしまう傾向にあります。しかし、ネガティブ感情は悪いことだけではありません。道路を歩いているとき、猛スピードで車が向かってきたら、思わず緊張し、不安や恐怖心が湧きますよね。ネガティブ感情は緊急時への対応という側面があり、それだけ人間にとってインパクトも強く、ネガティブ感情を発動できる方が生き延びるのに有利でした。ネガティブ感情がどんどん湧き上がると、ネガティブ感情を抱いた自分を責めてしまうという底なし沼にはまっていくネガティブスパイラルに陥ります。ネガティブスパイラルを放置すると、バーンアウトに至り、抑うつなどのメンタル不調を引き起こします。ネガティブスパイラルに陥らないためには、ネガティブ感情を否定するのではなく、むしろ、イライラしてるんだなぁと、ネガティブ感情の存在を受け止めることが重要です。ポジティブになれない自分自身を責める必要もありません。ネガティブ感情もあっていいよねと受け止めることこそが重要です。一方で、喜び、満足、希望、愛、感謝、誇りといったポジティブ感情は、おいしいお菓子を口の中に入れた時のように、そのままの状態が続いてほしい時に生じます。急いで行動を起こす必要がないので、人間に対するインパクトは強くはありません。実際にはネガティブ感情の3倍も経験しているとされています。ポジティブ感情は自分を超えて作用する特徴があります。ポジティブ感情の青信号機能といって、ネガティブ感情のように思考や行動にブレーキをかけるのではなく、思考や行動の範囲を広げ、対人関係が良好になり、他者に対して親切にでき、自由な思考が持てます。つまり、ポジティブ感情を高めることで、人は成長し、より豊かになれるのです。さらには、身体面への効果として、NK 細胞が増加することによる免疫向上、交感神経を鎮静するので、心疾患予防になったり、
長生きにつながるなど、さまざまな疾病予防効果が実証されています。感謝とは、個人に何か良いことが起きたとき、そこで得られた利益は他の存在のおかげであると個人が気づくことで生じる感情と定義されています。帰りがけに突然雨に降られて、友達が傘を貸してくれた場面を例に例えると、良いことが起きた、つまり傘を貸してもらえたとき、手元にある傘、利益は友達、他の存在が自分の帰る時間を遅らせたり、困っている友達を助けたいという思いを持ってくれたりしたおかげで得られたと気づくことで生じるのが感謝という感情です。感謝は幅広い対象に対して経験される感情です。利益は形のあるプレゼントであることもあれば、優しい言葉がけなど目に見えない援助も含まれます。他には自分の努力ではどうにもならない自然災害や事故などで一命を取り留めた時など、神仏の加護や自然の恵みも含まれます。感謝は幸福につながります。感謝によって幸福感、人生の満足度、ポジティブ感情を向上させ、不安や鬱を低下させます。普段健康な人でも風邪をひいて寝込んだりすれば、当たり前に元気だった自分が尊く感じ、回復しようと頑張る体への感謝、看病してくれる周囲の人への感謝などを感じるはずです。感謝を持てれば、いつでも充実した幸せな気分になれるのです。また、感謝は利他心を強めます。相手への思いやりや好意に満たされ、自分よりも他人の利益や幸福を追求しようという考えが育まれます。看護師の私も患者さんからのありがとうの一言が何よりの報酬です。やりがいやモチベーションにつながっていると思います。感謝は身体的健康につながります。免疫強化、睡眠の質向上の効果があり、健康習慣が増えるとされています。感謝は対人関係を良好にします。相手により親密に関わり、関係性の満足度を高めるとされています。感謝によって人からのサポートも得やすくなります。ちょっとした良いことに幸せを感じる瞬間ならば、毎日の生活の中にもたくさん見つかるはずです。そうすれば、毎日の生活が宝の山に見えてきます。そのためには、まず日常にあるものを味わうことが重要です。私たちは学校や仕事、家事・育児、雑用など忙しい日々を送っています。そのような中でうまくいかないこと、イライラすることがあると、自分はなんて不幸なんだと思ってしまうのも無理はありません。しかし本当に不幸なのでしょうか。普段良いことがあっても特に感謝することなく当然のように受け取っています。しかし当たり前の日常が奇跡の連続だと気づいたとき、この世界が幸せに満ち溢れていることを発見できます。それでは小さなことに感謝する力を高めるにはどうすればよいのでしょうか。日々感謝できる人はスピリチュアルや宗教に熱心な人か、ものすごく謙虚で仙人のような一部の人だけじゃないのと思われたかもしれません。実はトレーニングし習慣づけるだけで感謝の力は高められます。誰でも簡単にできる感謝の瞑想については次回の動画でご紹介しますので、ぜひお見逃しなく。感謝するコツは
健康や家族、仕事での成功といった大きなことに感謝するよりも、当たり前とも思える小さなことに感謝することです。今日も一日無事に家に帰ってこられたとか、暑い夏にエアコンが効いているなど、些細なことに気づくことの方が感謝の効果は大きいかもしれません。感謝とは、あなたの人生は無数のかけがえのない命や人々の支えで成り立っていると感じることなのです。次回の動画もお楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。